はいどうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。今日はですね、スターリンクミニを使っている人必見です。マジでゲームチェンジャーになるかもしれない製品をご紹介していきます。それがこちらです。ピークドゥのリンクパワー2。スターリンクミニを持っている方、正直に言ってください。バッテリーが持たない。そう悩んでませんか？正直僕もそうでした。先日スターリンクミニのレビュー動画を出しましたけど、SNS の DM で一番多かった質問がバッテリーどうしてますかっていう質問でした。今回ご紹介するこちらのリンクパワー2はそのバッテリー問題を解決してくれるスターリンクミニ専用に設計されたポータブルバッテリーです。ただのモバイルバッテリーではなくてガチで作り込まれてます。はい、それでは早速開封からスペックの紹介、そして実際にスターリンクミニと組み合わせて使ってみた感想まで全部ご紹介していきます。それでは行きましょう。はい、ではまずはですね、パッケージから見ていきましょう。外箱はかなりしっかりとした箱です。ピークドゥのロゴがシンプルにあしらわれていて高級感があります。シンプルながらも高級感があるパッケージです。それでは開けていきます。内容物はこんな感じです。リンクパワー2本体、 DC ケーブル、マグネティック DC ケーブル、クイックスタートガイド。はい、ではこちらがですね本体です。本体の第一印象はマジでかっこいいです。重量はおよそ 676g、 スターリンクミニ本体がおよそ 1.1kg なので、このリンクパワー2と合わせても 1.7kg 台。これならですね、持ち運びも全然全く問題ないです。リンクパワー2のサイズ感としてはこんな感じです。スターリンクミニの底面にぴったりフィットする設計になっています。外装はプラスチック素材ですけども、表面はマットな仕上げで指紋も目立ちにくいです。で、ここがですねポイントなんですけど、この裏側見てください。メタルヒートシンクが組み込まれています。このヒートシンクによって放熱性能を大幅に向上させています。長時間使用時の温度管理、これマジで大事です。はい、そして前面には LCD ディスプレイ、こちらにバッテリー残量、入力出力ワット数、充電や放電状態、そして温度などが表示されます。はい、では続いてポート類を見ていきましょう。正面の右側には USB-C PD ポート、そして DC ポートがあります。 USB-C PD ポートに関しては 100W 入力と 65W の出力に対応しています。はい、そして底面には DC ポート。この DC ポートはマグネティック充電ポートになっていて、付属のマグネティック DC ケーブルを接続することができます。はい、そして最後ですね、スターリンクミニとの接続用に DC 出力ポートがあります。スターリンクミニに付属している 60W 充電器での充電に対応していますが、スターリンクミニと接続する DC 出力ポートについては出力専用となっていますので、こちらから入力、つまり充電はできません。充電する際にこちらに接続しないように気をつけてください。僕は注意書きのステッカーでも貼ろうかと思います。電源ボタンはこちらですね。短く押すと画面がオンになりまして、バッテリー残量などを確認することができます。長押しで DC 出力のオンオフ。シンプルで分かりやすいインターフェースです。このデザインで一番感心したのがスターリンクミニとの一体感。実際にこんな感じでスターリンクミニがあるんですけども、こんな感じでスライドさせていくと、このカチッっていう音、これがめちゃくちゃ気持ちいいんですね。はい、でもちろんですね、この状態で軽く振っても落下することはありません。このロックの安心感っていうのもとても気に入っている部分です。横から見てもこんな感じでスターリンクミニとぴったり合いますね。はい、では続いて技術的なスペック部分を深掘りしていきます。バッテリー容量はこんな感じですね。 99Wh、27500mAh、3.6V です。この 99Wh っていう数字が
とても大事なんです。この理由がなぜかと言いますと、航空機の持ち込み規制 IATA 基準、これがですね 100Wh 未満なんです。ということは、このリンクパワー2は機内持ち込み OK、 海外出張や旅行にも持っていけるということで、一見地味かもしれませんが、これガチで嬉しいです。はい、では続いて充電性能です。充電性能はこんな感じ。 USB-C の入力は最大 100W PD 充電に対応しています。フル充電にはおよそ1時間15分かかります。リンクパワー2はスターリンクミニに給電しながら、同時にラップトップやスマートフォンも充電できちゃいます。でしかもパススルー充電にも対応しています。でここがですね神機能なんですけど、リンクパワー2を充電しながらスターリンクミニへも給電できます。これが何がいいかと言いますと、瞬断とか停電があってもスターリンクミニは停止しません。 UPS 的な使い方ができちゃいます。ライブ配信や在宅ワーカーにはこれマジで最高ですよね。さて皆さんお待たせしました。ここからが本番です。実際にスターリンクミニと組み合わせてどれだけ実用的に使えるのか検証していきます。はい、では屋外の方にやってまいりました。実際にこちらリンクパワー2を屋外で使うとどうなるのか、実際に使ってみたいと思います。はい、ではまずはですね、セッティングですね。セッティングはめちゃくちゃ簡単です。でこのリンクパワー2に付属のケーブルをこのスターリンクミニに事前に設置しておきました。このリンクパワー2に付属のケーブルを使うことによってめちゃくちゃコンパクトに運用することができます。でこの短いケーブルをリンクパワー2のコネクターに接続して、あとは本体をこんな感じでカチャッとセッティング完了です。めちゃくちゃ早くないですか？でしかもこれカチッとロックされてますので、こんな感じで振ったとしても落下することはありません。めちゃくちゃ安心ですね。で今からこの三脚にこのスターリンクミニを設置していきたいと思うんですけど、この状態だと三脚につかないですよね。なので僕はですね、こちらですね。これめちゃくちゃ地味にありがたいんですけど、リンクパワー2にはあらかじめ三脚用のネジ穴が掘ってありますので、このネジ穴に対してこのプレートをですね設置していく形になります。このネジ穴もめちゃくちゃ考えられていて、金属製なんですよね。おそらくアルミかな。使用しているうちにネジ穴の溝が掘れてしまうみたいなことは少ないと思います。よし OK。 さてではこんな感じでプレートを取り付けました。あとはですね、こうか、こんな感じでカチャッと。おー、めっちゃかっこいいな。はい、では早速ですね、電源の方をつけてみたいと思います。短く押すと電源オンですね。バッテリー残量は 90% ありますね。でここから長押しで DC の方に給電していきます。おー、来ました。この DC っていう表示がつくとスターリンクミニの方に供給が開始されます。スターリンクミニがアイドル状態に入っていると思われますので、残り時間は5時間ですね。実際にスターリンクミニを稼働させるともう少しバッテリー持ちは少なくなると思います。はい、ではリンクパワー2の設置が完了しまして、次はスターリンクミニを実際に接続できるかテストしていきます。スターリンクアプリを開きまして、これ今あれですね、衛星と通信中なんですけど、おそらく向きが違いますね。調整していきます。三脚にマウントしてあげることによってこんな感じで位置調整がめちゃくちゃ簡単にできるんですよね。コネクトトゥアデバイス、こちら選択しますとリンクパワー2が表示されます。タップしてペア設定、そうしますとリンクパワー2本体と
スマートフォンが Bluetooth で接続されて、こんな感じで現在の消費電力とか残りのバッテリー残量ですね、それがこのスマートフォンの方に表示されます。めちゃくちゃすごくないですかこれ。リンクパワー2とスマートフォンが Bluetooth でつながる範囲であれば、いちいちこんな感じで本体を触らなくても設定ができてしまいます。でしかもさらにすごいのが DC オンオフのスケジュール設定。こんな感じでエナムル、ディザブル、アクションのオンオフ、あとはワンショット、ダイアリー、ウィークリー、マンスリーっていう風な感じで、いつ電源をオンにしていつ切るかみたいなことをスマートフォン上でスケジュール設定することができます。スケジュール設定を使うことによって電源の切り忘れとか、あとは朝6時になったら自動で電源をオンにするみたいな使い方ができます。はい、ではいい点と気になる点、どんな人におすすめかをお伝えして動画を締めたいと思います。まずはいい点からご紹介していきます。スターリンクミニとの一体感がマジで素晴らしいです。まるで純正品かのようなフィット感。これはですね、実際に使ってみるまでわからない良さだと思います。はい、では続いて2つ目ですね。メタルヒートシンクの効果。このリンクパワー2を長時間使った場合でも温度が安定してます。バッテリーの寿命にも直結しますので、これマジで重要です。最近の夏って本当に暑いですよね。35度を超えて40度以上になる日もあって、そんな過酷な屋外でスターリンクミニとポータブル電源を合わせて運用するのは正直怖かった。従来は日光がポータブル電源に当たらないように工夫していましたが、このリンクパワー2のおかげでストレスフリーでスターリンクミニを運用することができます。現場でのセッティング時間が短くなるっていうのも個人的にはめちゃくちゃ嬉しい部分です。はい、続いて3つ目はパススルー充電。充電しながら給電できるということで UPS 代わりにもなります。これ地味かもしれませんけどもマジで神機能です。では続いて4つ目、高速充電。これはですね、忙しい時間でもすぐに充電が完了するということで、日常使いでもストレスが少なく済むということで、マジでこれも嬉しいですね。はい、ではここまでいいことばかり言ってきましたが、正直に気になった部分もお伝えしていきます。1つ目は価格ですね。219ドル。日本円でおよそ3万2000円。正直安くはないです。スターリンクミニ本体が599ドルなので、追加で219ドルは結構大きい出費ですよね。ですが専用設計の価値を考えれば妥当な価格だとは思います。はい、では続いて2つ目、バッテリー容量 99Wh。フル稼働でスターリンクミニを1日持たせるには少し足りない。バッテリーを2個持ちすれば解決できますが、それだと重くなる。スターリンクミニをミニマルに運用できないっていう風な感じですね。はい、では続いて3つ目は充電器が別売り。100W の USB-C 充電器。これが付属してないんですよね。一般的な 65W の充電器でも使えますが、高速充電を活かすなら 100W は欲しいです。ここは充電器付属して欲しかったですね。僕が使っているアンカーの 65W 充電器とケーブルでも使うことができますし、おすすめの充電器とケーブルは概要欄に掲載しておくので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、では続いて4つ目は防水性能。で、実際は防滴程度ということで完全防水ではありません。雨の中で使うには少し心配です。アウトドアやキャンプの使用を考えると IPX7 くらいは欲しかったなと個人的には思います。はい、では最後にこのリンクパワー2がどんな人におすすめかまとめていきます。はい、では1つ目はノマドワーカー。スターリンクミニとリンクパワー2の組み合わせで場所を選ばず安定したネット環境が手に入ります。はい、では2つ目はキャンパーアウトドア愛好家。およそ 4,5 時間の駆動時間で
夜の娯楽は完璧です。他の項目はこんな感じです。ゆっくり見たい人はぜひ動画を一時停止してご覧ください。はい、ということで今回はピークドゥリンクパワー2のレビューをお届けしました。スターリンクミニを本気で使いこなしたい人にはマジでおすすめです。個人的に219ドルの価値は十分にあると思います。専用設計のクオリティ、メタルヒートシンク、パススルー充電、ウェブアプリコントロール、どれもあったら便利じゃなくて、これがないと困るレベルの機能です。2つのアイテムで本当の意味での持ち運びできるインターネットが完成します。はい、ということで今回の動画参考になったでしょうか。もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄でこんな使い方してるよとか、こういう検証してほしいとかあったら、ぜひ気軽に書いてみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。